手術を受けるときに必要な麻酔の種類を解説します。先生、手術って眠ってるうちに終わるんだよね。それだけではないんです。麻酔は3種類あります。局所麻酔、静脈麻酔、全身麻酔って聞いたことがありますか？3種類もあるんだ。眠っちゃう麻酔だけじゃないの？順に見てみましょう。最初は局所麻酔です。小さな手術に最適な最小限の麻酔です。局所麻酔は狭い範囲の痛みだけを抑える麻酔です。歯医者などでよく使われています。局所麻酔って切る場所に注射するやつだけじゃないんだ。まあそれが一般的な局所麻酔ですね。触られたり引っ張られたりするのがよくわかるのと、周囲の音が聞こえてしまいます。意識ははっきりしていますが、注射した部分だけ痛みを感じません。便利でいい麻酔ですね。最も身近な麻酔ですね。次は静脈麻酔です。静脈麻酔は点滴で眠くなりますが、この薬だけでは痛みは取れません。麻酔で眠ってればわかんなくない？寝ている時につねったら痛いでしょ。麻酔で深く寝ていても痛みは感じます。だから必ず局所麻酔や鎮痛剤を一緒に使います。静脈麻酔は自発呼吸、自分で息をしているんですね。はい、静脈麻酔は自分で呼吸をしています。静脈麻酔は内視鏡検査や美容整形でも最近はよく使われてますが、自分の呼吸に任せるからこそ呼吸の監視と維持がとても大切です。異常が出た時はすぐに人工呼吸をする必要があるのです。静脈麻酔と全身麻酔は同じ薬を使うので、薬の量が多いと呼吸が止まって窒息してしまうんです。静脈麻酔と全身麻酔は実はわずかな差なんですよ。より厳重な監視と対応が求められる面もあるんです。薬を入れとけばいいってわけじゃないんですね。監視体制がしっかりしていれば便利でいい薬です。安心してくださいね。次は全身麻酔。麻酔科医による完全なコントロールと高い安全性が特徴です。全身麻酔では麻酔科医が寝る、痛みをなくす、麻酔薬で止まった呼吸を適正に管理する、これを全て行います。さらに全身麻酔中、麻酔科医は心臓や肺だけじゃなく、患者を守るために様々な臓器や血液、体温などあらゆることをコントロールして管理しています。専門家がずっと手術から全身を守ってくれるんですね。全身麻酔後に嫌だったことでは吐き気、喉の痛みがよく言われますが、新しい器具や薬でかなり改善しています。手術中に体を温める機械を使うことも増えました。以前に嫌な経験だった方はお話ししてくださいね。全身麻酔だと完全に寝ていて、痛みも全く感じないし、無意識に動いて手術を妨げたりすることはないってことですね。そう、大きな手術だけじゃなく、赤ちゃんや高齢者の手術にも使われる最も安全性が高い方法が今の全身麻酔なんですよ。でも楽そうだし、入院しなくていいって聞いたから、なるべく静脈麻酔がいいな。確かに色々と楽ですが、手術によっては不可能で、また静脈麻酔では痛みが取れない手術も多いので、それぞれの手術にとって最適な方法を医師が提案します。そうか、簡単じゃないんですね。静脈麻酔は簡単そうに見えちゃうがゆえに、重大な事故になることも増えてます。手術をする医師が同時に麻酔もしていて、異常の発見や対応が遅れることで起こる事故です。静脈麻酔を受けるときは管理体制を聞いてみることも気にしてみてくださいね。ご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは麻酔に関するお役立ち情報をお届けしています。応援とチャンネル登録をよろしくお願いします。